はい、皆さん楽しくジムってますか？元ビトラムカーナです。前にも見たぞこの企画といったところで、今回のジムテク動画はカメラ5台を駆使しての操作系をじっくり見ていこうというわけですが、スタート直後に直線パイロンスラロームがあって、鼓型の大きな8の字で、フル加速からのフルブレーキングへのつなぎではどんなバランスでブレーキを使っているのかを見てみたり、フルブレーキからのタイトターンへの飛び込みでは結構ハードブレーキングなんじゃないかとかですね、島回りは正直ラムカーナ苦手なんですが、ここなんかはオーバルと8の字を組み合わせた狭いセクションなんかもありますね。リアブレーキがキーキーいってますね。さらに2連続の、フリーターンなんかでは、前後のブレーキはどうやって使っているのかってのも見てもらえたらいいなと思います。当然元ジムカーナにつきものの回転でのブレーキ操作や、こういった左右に素早く切り返すセクションのアクセルワーク、さらに、5連続ライン踏みセクションなんかがありますので、フロントタイヤをこじって走らせるときはどうなっているのかとかですね、前回の同じような動画とはですねコースがだいぶ、低速寄りなのでまた違ったコントロールになっているはずです。正直ラムカーナ本人もタイムアタック中ってどうやってオートバイを走らせているのか分かってない部分も多いので一緒に見ていきたいと思います。4倍スロー再生で見ていきますが、まずは右に90度曲がりながらのスタートですね。スピードに乗っていない分ですね、フロントブレーキは使わずに、体重移動と細かいリアブレーキの操作で曲がっていきます。その後の直線パイロンスラロームではフロントブレーキをかけた時にフロントタイヤがこう切れ込んでいくのが分かりますね。見ていてもらうと分かりますが、パイロンの横を通過する時にはもうフロントブレーキ離してますね。そしてアイドリングを上げているので、切り返しの瞬間はスロットルを開けるというよりもリアの駆動を抑えているリアブレーキを離すことでオートバイを立ち上げているのが分かりますかね。力のあるリッターマシンならではなんですが、アイドリングを2200回転くらいで、結構リアブレーキでタイヤの駆動を抑えて走っています。この Z 線は ECU をいじっていないので低速でのドンつきがあるんで、細かいセクションではスロットルを刻まないように走っています。そして、大きく加速してからのパイロン2本へのターンの飛び込みですが、結構手前からブレーキかけちゃっていますね。なんとなくもっと奥まで加速した方がタイムアップにつながりそうに思いますが、途中にあった黄色いパイロンを避けるのに車体をこう振りたいというのと、その後のターンでスピードが落ちすぎるのが嫌なので、早め早めに進入姿勢を整えたいということですね。この後さらに同じようなターンですけれども、この時も早めにブレーキをかけて、ターンに集中したいということですね。なので早め早めのブレーキをかけるようにしています。さらにここからのフル加速からのブレーキングですけれども、このパイロンの間をですねこう切り替えなきゃいけないので、ここでギュッとフロントブレーキかけてますね。そしてマシンの向きが変わる頃にはもうフロントブレーキをパッと離していて、リアブレーキをグッとかけることで、マシンを寝かし込んでいますね。そしての島回りですが、本当ねラムカーナ島回り苦手なんですけれども、フロントタイヤが潰れているのがよく分かりますね。それだけやっぱりマシンが重いのはあって、フロントタイヤにすごく荷重がかかってオートバイを旋回させているというのが分かります。そして8の字オーバルですが、リアブレーキを引きずりながらフロントブレーキをかけると同時にフロントのタイヤが潰れて切れ込んでいくのが分かりますね。あとですね、真ん中の狭い通路への進入ですが、手前のパイロンを見ずにですね、出口の方のパイロンを見ながら回っています。入り口のこう狭いところだとどうしてもですね、外側の手前のパイロンを見てしまうんですけども、そうするとオートバイは必ずそっちの方に向かっていってパイロンに当たってしまいますからやめましょう。そしてこの低くグオーって鳴っているのはリアのブレーキが鳴っている音ですね。スロットルの開け始めはまだリアブレーキを残しているの分かりますかね。こうやって立ち上がりのラインが広がっているのを抑えています。なのでブレーキも熱をどんどん持っていって共鳴し始めちゃっていますね。そしてゲートのあるフリーターンですが、フリーターンでの目線はというと結構奥を見ているのが分かりますかね。そして視線を残したままターンをして、半分回ったところで今度は脱出先に目線を移して立ち上がっていきますね。右から左への切り返しで強くフロントブレーキをかけていますが、ターンが始まると緩めています。
完全にはリリースせずにフロントへの荷重を残すように弱くかけ続けています。その後の回転ではリアブレーキを踏んだ状態で進入して小刻みに緩めることでバンク角のコントロールをしています。リアを踏むと、車体が立って緩めると寝ていくという感じですね。逆じゃないのって思った人も多いと思うんですが、そういうことです。でもそれでいいんですよ。いいんです。それはそれで正解です。しかし4倍スローとは思えないくらいに、右足小刻みに動いていますね。正直、右手の人差し指よりも、右手足の方が繊細なコントロールができているような気がしますね。そして5連続ライン踏みですが、逆ハンとフロントブレーキでのコントロールですね。リアはスピード調整のためずっと引きずっていますかね。ラインを踏むために、バンク外側にラインを逃がしていくときはここですね、フロントブレーキを離してステアリングを外側に切っていますね。これをするとオートバイはイン側に寝ていこうとしますが、ここでリアブレーキをさらに強く踏み込むことで一瞬オートバイの動きを止めているのが分かりますかね。そして2回転ですが、分かりますかね。リアブレーキを離した時に、車体が若干イン側に倒れ込んでいきますというか、そのつもりで走っているんですが、違うのかな。ブレーキを踏むと旋回速度が落ちてオートバイが倒れそうになるというイメージの走り方と、逆にブレーキを踏むとオートバイが立ち上がってくるので、マシンを起こしたい時にブレーキを踏むイメージの、真逆の2パターンの走り方が存在するんですね。ラムカーナー自身は後者のパターンのつもりです。ラムカーナ自身 C1 級の頃はリアブレーキを踏むと車体が倒れる印象だったので、回転で寝かし込みたい時はブレーキをかけるという走り方だったんですが、それだと当然旋回速度はどんどん落ちていきますから、速く回るためにはブレーキをかけない回転ができた方がいいんですよね。ということで、今回の動画参考になりましたでしょうか。また次もやってみたいと思います。